こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回の動画ではリスボンの滞在編を紹介します。実はリスボン滞在中に体調を崩してしまって、初日はねそれでもフリーツアーに参加していたんですけれども、歩くのがねちょっとしんどくなって熱っぽさも出てきちゃったんですよね。でその日の夕方に病院に行くことになりました。でね、このしんどさはね結構フランスの時から続いていたので、ちょっと限界かなということで今回ね病院にかかることになったんですけれども、なので今回はこれから海外に行かれるご予定の方に、海外で病気になった時にどんな準備があったらいいのかを、私の体験談をもとにお話ししたいと思います。先にね本編をご覧になりたい方は、ここの分数まで飛ばしてください。まず私が今回利用したのは JCB カードに自動付帯されている海外旅行の障害保険です。でこのねカード会社によって利用付帯と自動付帯っていうのがあるんですけれども、私の場合は JCB のソラチカゴールドカードで自動付帯になっています。この自動付帯っていうのが何かっていうと、事前の申し込みなしで海外で突然病気や怪我にあっても保険が適用されるという意味になります。それから利用付帯っていうのはツアーなどを申し込んで観光する募集型で、個人で飛行機を手配する場合は対応していないこともあるのでご注意ください。最近はね自動付帯っていうのが利用付帯に変わっているっていうこともあるので、必ずね確認されるといいと思いますよ。あとはね日本出国までに交通機関を利用するっていうのがありっていうこともあったんですけれども、最近はね規約がねどんどん変更になっているので、こちらはご自身のお手持ちのカードで確認されるといいと思います。ということで今回私がまず最初にしたことは、ホテルに戻ってからフロントにお願いして JCB のねフリーコールを使って保健デスクにかけました。そしたらね近くの病院を紹介していただいたので、早速ね Uber で向かいました。でね、まず病院について困ったことがあったんですよ。これは何かっていうとね、今回私が病院にかかったのはポルトガルのリスボンなんですけれども、英語が通じない受付の方もいらっしゃって、でこれがなかなか難しくて翻訳とかを使ったんですけれども、うまくねちょっとコミュニケーションが取りにくかったです。そこでねまずね第一難関がありました。その言語じゃない部分に関しては、まず本来であれば保険適用っていうことでクレジットカード、その JCB のカードを見せればその場で支払い免除っていう風にされるはずだったんですけれども、 JCB からは病院宛てに添付メールで書面を送っていてくださったそうなんですよ。なんですけれども、これをね受付でお話をしても届いてないっていうことで、なかなかそのお話がね通じなくって、とっても困りました。結果的にはね私は別の楽天カードのビザカードで支払いをすることになりました。でね、これは事前に JCB の方に支払いはねどのカードでも大丈夫ですよっていうふうにおっしゃっていただいてたので、この辺は問題なかったです。それで今回私がかかったのは救急病院になりました。平日の夕方以降にもやっている24時間の対応の病院でした。そのまま受診をして先生にも見てもらって、で先生に見てもらうときは自分でその症状を伝えて体温もね測って、そこで終了になりました。でもしね通じなかったらスマホで Google 翻訳とか使えば大丈夫かなと思ってたんですけど、特に私も難しい症状じゃなかったのでジェスチャーとかで喉が痛いよっていうことを伝えて、特にねこの頃はねコロナもまだね蔓延中で咳してる方も多かったんですよね。だからね多分ねコロナだったんじゃないかなっていうふうに症状からはね思うんですけれども、ヨーロッパではねもうねコロナっていう診断は存在しない時期だったので、先生からはね扁桃腺熱ですっていうふうに言われました。メモでね英語で書いてくださったので、その後私が調べたような感じです。そして受診後は会計に行くわけなんですけれども、最初にもらった受診する番号と会計の番号が違うってことに最後まで気がつかなくって、ずっとね体調も悪くって寝ちゃったりとかしてて気づかなくて、結構ね時間のロスをしました。で最終的にはね番号札取るんだよって教えてくれた人がいて、でそれで取ったらすぐ会計して終わったんですけれども、でその後お薬も処方してもらえて、翌日の朝ホテル近くの薬局で薬と体温計を買って、今回のドタバタは落着したんですよね。
実はね、帰り際はね、スマホの充電もピンチになっちゃって、病院の管理棟まで行って充電までねさせてもらったりして、でそれで帰りもウーバーを無事に呼べたっていうこともあって、現地の方にはねいろいろね助けてもらいました。もう本当にね感謝感謝です。ちなみに今回支払ったのは400ユーロでした。結構高いですよね。びっくりする価格なんですけれども、これはね説明によるとねデポジットだったんですよ。でそのデポジットで400ユーロを先に病院にかかる前に支払いをしました。で受診後に金額が決まったら後日差額を返金しますということで、海外送金ができる三菱 UFJ 銀行の口座を伝えました。この海外送金ができる口座っていうのは日本で持っておくことを強くお勧めします。この時に IBAN コードっていうのを求められました。ちなみにね、この時はね、ソニー銀行も楽天銀行もこの IBAN コードはなかったので、対応してなかったと思います。なので、そういうね、万が一のこともあると思うので、日本でその海外送金ができるっていう口座はあるといいと思います。それで保険請求に関しては市内からホテルに戻るときとか、あと病院の往復代のタクシー代や、あとは薬局での薬代も請求ができたので、その支払った金額、病院に実際に支払った金額とデポジットで戻ってきた金額、これも差額をちゃんと計算していただいて、その時のレートと今のレートで全部戻していただいたので、実質ね自己負担したのはゼロになりました。ただね、負担はなかったんですけれども、一番困ったのが病院の受診時なんですよね。このクレジットカードの自動付帯の海外旅行の障害保険では、カードを持っていれば一つ安心っていうのはあるんですけれども、旅行がね決まった時点でカード会社に病院受診時の書面っていうのをもらっておくことをお勧めします。よくね金額を払って海外旅行の障害保険に入ると、なんかね書面が届くんですよ。郵送で紙が届くんですね。今どうかわかんないんですけど、昔はそうだったんですよね。その書面が英文に書かれているので、それを持っておくことで海外で病院を受診するとき、その保険適用の場合はそれが大変役に立つと思いますので、ぜひこれから旅行行かれる方はその書類があるかないかでだいぶ変わってきますので、ぜひ問い合わせてみてください。よくね子供が病気にかかってたんですね。怪我したりとか熱出ちゃったりとか。なので結構慣れっこだったはずなんですけれども、いざね自分がなると結構慌てるものですね。で海外は日本のようにマスクの習慣がないので、結構ね周り咳してる人も多くて移りやすいんですよ。特にね旅疲れしてて免疫も下がってると移りやすくなるので、日本からは風邪薬と解熱剤、あとね体温計を必ず持っていくこともおすすめします。私はね解熱剤は持ってってたんですけれども、この時ね風邪薬持っていくの忘れちゃったんですよね。なのでね散々な目に遭いました。やっぱりね準備を怠るとこうなりますので、皆様はねぜひお気をつけください。海外はね病気になったり怪我しないことがもちろん一番なんですけれども、万が一のことはありますので、念には念をと準備されることをお勧めします。あとね受診時はパスポートも必ず必要になりますよ。今回の私の経験がどなたかのお役に立てれば幸いです。それではね冒頭からちょっとね長くなりましたけれども、ここからはリスボンの旅編をお楽しみください。今回はねちょっと声がねガラガラなので聞き取りにくいかもしれません。ポルトガルのリスボンに到着しました。ここからウーバーを使って、滞在先に向かいたいと思います。リスボン、最後メルシーからオブリガードになりましたね。おはようございます。ちょっと風邪をひいて喉を痛めてます。で今回滞在しているのがこういう感じのドミトリーです。4人部屋の女性だけの部屋にしました。こんな風にカーテンで仕切られているので結構プライベート感あるかな。今回は一晩だけなのでドミトリーに滞在しました。あとこんな感じですね。ロッカーもあるから貴重品とかは入れておける感じで、シャワーもついてます。ちょうど今同じ部屋の人たちが出ていたとこなんで撮ってます。でシャワーもついてる。
今日はホステルのフリーツアーに参加してます。2時間半ぐらいツアーに行きます。すっごいいいお天気。結構歩いてきました。だいぶ海に近づいてきたかな。今30分ぐらいなんか建物が今ミーティングポイントに向かってるそうです。でホステルに戻るのは自分で帰んなきゃいけないみたい。あ、これだ。フリーツアー。Come on, guys, come with me. When you leave the square, please don't leave the square without that. Take a picture. Let's take a picture now. No, when you leave the square, please. It's like I want a lovely picture. Come Okay. on. It's like you're half awake yet. And we are in this murderous wars. ポルトガルで大地震が起きたそうです、昔。で、多分理解が正しければ合ってると思うんだけど、で津波が来てだいたい 70% ぐらいの人が亡くなったとか、町もほとんど消滅したそうです。だけどこれは残ってたっていう建物で説明してくれてる。 What do we do with the Spaniards? It's okay, we understand. You love us, so we put you in jail. La differenza sta nel fatto che la compagnia italiana però Usai com você aqui, né? Que 街並みがすごい可愛い。またちょっと違うヨーロッパですね。この上にもなんかある。Happened. Okay, what here was the Royal All Saints Hospital. It was destroyed by the 1755 earthquake. What they constructed after that was a huge market, the same size as these buildings. Huge iron market. Around the square. But this market was a very ポルトガルに大地震があったのって初めて知りました。 happening inside. So Salazar. なんか物騒な感じだけど、うわ、ここはなんだ。なんだろうここ。絶対一人だったら来ないなここ。まだまだ行くのかな。すっごい坂が多い。これがポルトガルなのかな。今度どこ行くんだろう。眺望のいい場所に来ました。
びっくり。うわー、うわー、素敵。Guys, come closer. Here now. We're telling some story. Come here. Gather around. Come closer. Please help me not scream. So, guys, they say Lisbon 集まれって言ってるけど、 city of the world. 写真が撮りたい。 They say Armani. They say Let's walk first. Bridge. Bridge. まだ上がある。 This is the すごいタイルの雰囲気が素敵。やっぱりグリーンが多いですね。すごい。配色もとっても素敵な。また置いてかれちゃったので急ぎ足で向かいます。まだまだ登るみたい。 because the house of the Portuguese king used to be also here. Now we show you. フリーマーケットがよく行われるそうです。週末じゃないからね。今日はやってないけど。今回リスモンは週末いないので、今回はフリーマーケット見れないかな。面白い。すごい。車が通る。あ、美味しそう。Hij was even in Zweden, dat ook een Zweedse tegen mij praatte. En zei ik, no Svenska. En dan ging ze gewoon door. En dan dat ging eigenlijk zo maar weg dan. Ja. Ja, want今、ik wist nou een beetje hoe je het zegt. 1時間前だから。 Dat zijn dan wel zo ちょうど12時前か。 door. Zo. Zelfs 5 was dat ze dat zegt van. Ja, すごい。リスボンはここまで来ないと観光が楽しめないかも。結構坂を登るってことですね。そっちではなくてこっちみたい。フリーツアーは多分誰でも参加できるのかな。何個かガイドさんがいたような気がする。ホステルから集合があったけど、いろんなホステルからピックアップっていうか来てから行ったんで。頂上なんかな。一番上まで来たと思う。やっぱり英語話せるといいよね。コミュニケーション取れるから。言ってることは分かってもね、話が続いていかないのがちょっと辛いね。うわ、またいい眺めよ。いい眺め。Ramadan and Gotland. According to that, growth, health, both come back to Cyborg, Aliscuba, Aldicipo, Albusbuna, Lisboa. Right there, the monastery, St. Vincent from outside, you have what? The pantheon of the last dynasty of Portuguese kings. It's where they're buried. The last dynasty of the Portuguese kings. The Bragança dynasty. Behind
have the National Pantheon, where you can find individuals like Sidónio Paz, 船が見える。 King President, Amália Rodrigues, the Queen of Fun. 多分この後最後のところになると思います。すごいね、細道にバスが来た。こんな細い道にバスが通る。すごいよね。かわいい、ちょうどトラム。Earthquake. So I just showed you the palace of the Portuguese king. So they were located next to the castle and they changed place here. This was how it looked like, the palace of the Portuguese kings. This tower was made for the supervision of what? The construction of the Portuguese boats, the Portuguese fleet. And right next to where we are here, another tower. Come with me, guys. Come with me. Next to the castle, and they changed place here. This was how it looked like, the palace of the Portuguese kings. This tower was made for the supervision of what? The construction of the Portuguese boats, the Portuguese fleet. And right next to where we are here, another. But it was the same concept. It's a 20 ring. Yeah. So it's gonna be ridiculous. Exactly. すごい。 What do you do? What do I do? Well, for work and stuff. Thank you, ciao. オブリガード。チョコレートに赤ワイン入れてくれてるんだけど、すごい甘くて美味しい。美味しい。これで1ユーロ50セントでした。美味しい。ちょうど今で12時半ぐらいかな。もうこれでツアー終わりだと思うけど、結構楽しかったかも。一人だとここまで回らないかもね。説明も受けたので良かったです。なんかパーティー、イベントが始まるのかな。ここはまたパリと違う雰囲気ですね。説明してください。 What you're seeing now is from the 12th century. You know what this was before this was the mosque of Al-Qushuna. Before being the mosque of Al-Qushuna, this was the temple of Jupiter. ここで終了になりました。 Well, you guys want to follow up? でこの後どうしようかな。ご飯食べに行こうかなと思います。ここから解散になります。
ってたりかな。だったそういえばお買い物しました。はい、サクサク。なんかこのお店の隣に布屋さんがあったので、これ食べ終わったら行ってみようと思います。リスボンの最初の1泊目に泊まったのがここのホステルになります。リスボアセントラルホステル。久しぶりのドミトリーに泊まりました。結構ね、いろんな国の人が泊まるから面白い。こんな感じでみんなの共有スペースとかもあります。あとご飯食べるところとか、洗濯機とか有料ですけどね。今回は1泊だけなのですぐ退出しましたけど、キッチンもこんな感じで共有スペースになってます。これがフリー。明るくていいお部屋。ということでリスボンの滞在先に到着しました。2カ所目になります。昨日はドミトリーに滞在したんですけど、ここから3泊はこの部屋で滞在します。やっぱりシングルルーム取ってよかった。なんかおしゃれな部屋なんですよ。ここ見て、これなんかグリーンの部屋とかがあったからグリーンかなと思ってたら、今回は黄色のお部屋でした。明るくて嬉しい。あとね、外の景色も素敵。なんか入り口がちょっと分かりにくかったんだけど、ブザーを押して入れました。なんか鍵がこういう鍵でかっこいいよね。で、外に出るたんびにこれはフロントに預けていくそうです。で、今日はちょっと体調を崩したのでこれから病院に行きます。ずっと動き回ってたんですけど、喉が痛くて、多分あと熱もある気がする。だいぶね、体調悪いんですけど、頑張って歩いてたのであんまり気にしなかったんですけど、ちょっとねゆっくりしようと思います。ということでちょっと探検してきました。2階は、ここ2階になるんですよね。ここはテレビと、今ね誰もいなかったからちょっと覗いていきたいと思います。こんな感じ、すっごいおしゃれ。うわ、みんな多分観光しに行ってるんだよね、この時間。ここは共有スペースのラウンジになってます。で、この奥もシャワールームになってるんだ。ここはドライヤーがあるのかな。なってる。ここもドライヤーがないか。残念。で、ここがキッチン。洗濯もできるし、冷蔵庫も共有の冷蔵庫だと思う。これでも何も入ってない。誰もいないのかな今。ここでちょっとコーヒー入れようかな。
がテラスみたいな感じになってるのかな。外で眺めるような場所。外なんだ。屋外とは思わなかった。シャワー浴びたかったんだけどドライヤーがなかったのでレセプションで貸してもらいました。シャワー先に浴びちゃおうと思います。もしかしたらね夜混むかもしれないから。なんと救急外来にお世話になることになりました。声がもう知っている。今回クレジットカードの JCB のクレジットカードで無料でかかれます。早く直したい。One now, you have to take one at 1 p.m. Okay. If you want, you can wait and you can take like 6 in the morning, 6 in the afternoon, 6 in the morning, as you wish. You have you must maintain the 12 hour, okay, for 8 days. It's the whole box. Is it strong medicine? Not strong. It doesn't matter if it's strong. It's an antibiotic. It depends on what you have. So if it's the most appropriate antibiotic for killing those bacteria that the doctor thinks you have. Okay. And this you can take them in at the same time. You eat something first and then you can take them because it's every 12 hours. Same in 5 days. Ok. Bom dia, como está?これホストの人がおすすめしてくれてたやつだ。2 €39。高くないね。なんかおすすめだから取っといた Aqui なっ é て。 muito forte aqui. いきなり話しかけられた。Oh, thank you. Obrigado. Tá fixe? Yeah, maybe. Okay. Muito bom. さっきなんかおすすめしてくれたワインがあるんですけど、確かにワイン安い。しかもこれだけ結構減ってるんだよね。17度はちょっときついな。ワイン安い。すごい安いかも。1ユーロのワインとかある。これ2ユーロ。2ユーロワインがもうないのです。ワイン飲みたいけどな、喉がやばい。1ユーロもしてない。ちっちゃいやつでもいいな。だったら 11% アルコール。それでもいいな。1個買ってこうかな。この55セントもすごい。11% なら飲めそう。ということでお買い物してきました。重い。結構安かったかも。これでなんか日本のスーパーのレジ袋より結構丈夫。日本のスーパーの袋を2枚分にしたような感じの厚みがありますね。で金額が4ユーロ51セント。でこれが10セントになります。結構安いと思う。ではしっかりご飯食べたいと思います。4ユーロ51セントだから日本円だといくらだろう、700円か800円ぐらいになるかなと思います。お水がすごい安かった。お水がこれで28セントだから50円ぐらい、そんなことないか、ちょっと計算が曖昧ですけど非常に安かったと思います。相変わらず誰もいないのでここでゆっくりいただこうと思います。すごい安いね。これで2ユーロいってないんだよね。ご飯だったら味とかな。
と春巻き。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。まさかね救急病院にかかるようになるとはね私も思ってもいませんでしたので、皆様風邪薬も必ずご持参くださいね。私はうっかり持っていくのを忘れちゃったんですよね。あと体温計も忘れてました。次回は必ず持っていこうと思います。この動画が良かったよって方はぜひグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。それから新着動画のお知らせもチャンネル登録をしておくと届きますので、ぜひ続きの動画も楽しみにしていてください。次回も引き続きリスボンの滞在編をお届けします。今回ね観光ができなかったので少しだけ観光をしていますので、よかったら続きの動画も楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。